はい、こんにちは。こんにちは。本日もスカジャンです。スカジャンといえばこの方、スカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さん、本日もよろしくお願いいたします。松山です。よろしくお願いします。今回はですね、辰年龍地獄、はい、その中の続いてますね。はい、スペシャルエディションの第1弾を今日は持ってきたんですよ。今まではい紹介したことのあるはい龍は、はいテーラー東洋のもので、はい。今回は、はいテーラー東洋のスペシャルエディションそしてテーラー東洋の中のスペシャルの交渉ネームがついてるね。はい、そうなんです。はいはいはい。こちらですね、龍なんですよね。柄がすごいなんか贅沢が、はい、見ただけですごい贅沢な柄だなっていう。そうなんですよ。すごいんですよ、ちょっとこれこの龍。説明してくださいよ。ちょっとですね、パッと見分かりにくいと思うんですけど、まずここに尻尾があるんですよ。で、尻尾がありまして、この五重塔の後ろを通りますよね。はいはい。で、その後こうぐるっと来てですね。はい。で、こうその後富士山に行くんですよ。で、富士山をこう回ってここに頭がバンとあるという。巨大なんですね。めちゃめちゃすごい龍ですよね。はいはい。しかも五重塔があるってことは、風景柄と龍柄っていうのが一緒になってるんですよね。はあ、あんまり共存しないものなんですね。そうですそうですそうです。しかもこの壮大なスケール、あとこの橋があったりとかですね、桜があって松があって、もうこれはもう龍とそのランドスケープ風景柄が合わさってる柄になるんですよね。だから贅沢な感じがすると思うんですよ。そうか。これは、もしや稲妻っす。やっぱりそうですか。龍といえば我らがライトニングの、龍といえば稲妻ですからね。稲妻が入ってるはいなんてあんまり僕記憶ないんですけど、これまでもありました？そうですね、あったはあったんですけど、そうなんですね。ここまで贅沢なこう作りのものはないですね。しかもこの色糸も見ていただきたいんですけど、すごい一色一色見るとすごい淡い色なんですよね。こうどぎつくなくて、そうですね、これがまたヴィンテージのその感覚というかもうその雰囲気がすごい出てるんですよ。はい、同系色の中でも統一感が取れてて、すごくいい感じですね。そうなんですよね。しかもこのブルーのその生地の色、アスレートの生地の色がですね、もうこう晴天を表していると言いますか。空ですね、これは。昼間の空ですね。そういうことなんですね。はい、そうなんです。でしかもこう龍とこう風景柄でこの胸、私今着てるの同じなんですけどね。同じの着て、実はワシと虎なので、そう胸と背中でワシ、虎、龍、それから風景、もう4個のそのモチーフがもうふんだんに使われてるんですよね。なかなかないですね、それは。だから多分贅沢に本当に見えたと思うんですよね。これまた、おなじみといえばおなじみなんですけれども、このちょっとボディとは全然違うね。そうなんです。やっぱり気づいちゃいますよね。リブかっこいいですね、これ。これはそのスペシャルエディションなので、その古い編み機を使ってですね、しかもウール 100% で、だからこのテンションがすごい緩くてすごいいい感じなんですよ。いや確かに古着のスカジャンについてるまんまって感じには見えますね。しかも今回ピンクと白のロープパイピングを使わせていただいてるんですけど、これがまためちゃめちゃマッチしてるんですよね。そうか、ピンクはいっぱい登場してますもんね。そうなんです。そうなんです。これは、いやさすがスペシャルって感じですよね。そうなんですよね。ファスナーなんかも通常と違うんですよね。もちろんです。スペシャルは。手曲げのこうファスナースライダーヘッドを使ってたりとか、あとこのテープですね。テープもこれ綿なんですよ。あとこちらの方もですね、こういう刺して手曲げでこう作られてるんですよね。これも当時のヴィンテージと作りは全く同じです。そこまでこだわってますね、スペシャルエディションは。ネームちょっと見てもらっていいですか。こちら交渉と書いてあるわけですね。交渉ってもう一度前にも説明したかもしれませんけど、何度かスペシャルエディションを紹介されてる時に、ただね初めての方もいると思うんで改めておさらいお願いします。テーラー東洋、東洋エンタープライズですね、の前身にあたる交渉商会っていうのがありまして、それで1940年代とか50年代当時本当に米兵に、米軍基地ですね、納品してたっていう、スカジャンの生みの親といいますか元祖ですよね。そのネームを使っているっていうのがその、スペシャルエディションの証ですね。あとこのサイズネーム
表記、これもまあ大なんですけど、これはラージ、L ということですね。大中小ってあるわけですもんね。そうですそうです。これね、俺ちょっと過去のものをよく覚えてないんですけど、袋のなんていうんですか、この袋地っていうんですか、なんか僕の方がスペシャルじゃないからなのかもしれないですけど、こんなだったっけ。通常のテーラー東洋のものは友字を使ってるんですけど、スペシャルエディション交渉ネームのものはこのコットンのこの細かい千鳥、この袋地を使わせてもらってます。千鳥なんですね。細かい千鳥なんですよ。これはやっぱり昔もそういうのが多かった。そうですね。セレキだったりとか、いろんなものがあるんですけど、その中でもこれは逆にヴィンテージのすごい珍しいバージョンの細かい千鳥のもの。実際ヴィンテージ存在するものの、同じ生地ですね、柄ですね。ここは僕が見落としてた部分です。ちょっとおしゃれじゃないですか。ねえ、すごいこだわってますね、そういうところにも。そうなんですよ。自分でもこれ大好きなんです。ちょうどね、今こうやって僕持って見てて、こうものすごいやっぱり刺繍の立体感とか、すごいですね。こうやってこの角度で見てるからより強調されてるんですけど。そうですね。竜のそのこう顔の毛並みといいますか、運針ですね。だったりとか、こういう雲とか、要はちょっとゆるさだったりとかですね。これはもう本当にもうヴィンテージズバリのもう表現してるんですよね。もうそういう運針まで、もちろんです。なんですね。いや、ぎっちりとか詰まってる感じするじゃないですか、顔とかって。そうですね。顔はそうですけど、こういう鱗っていうかだったりとか、あとさっき言ってたこの稲妻だったりとか、すごいこの辺はもうすごいデリケートと言いますか、すごいなんか優しくこう刺繍されてるんですよね。あとそのベースのそのアセテート生地とその刺繍があるとこないとこでこうそこですごい立体的に表現してるんですよ。すべて刺繍でこう抑えるんじゃなくて、このひげが根元の方がぎゅーっと詰まってて、だんだんこう幅も細くなって、また太くなってとかっていうので、この刺繍だけで、よく表現できるもんですね、これ。本当ですよね。動きのあるひげになってる感じですよね。これも当時の熟練の職人さんにしかできない技ですよね。それを忠実に復刻しています。すごいです。スペシャルエディションです。まさに。マスカジャンですから、こうやって聞いていくと、見えてない部分が気になるんですよ。裏側ですね。そう黒。じゃあちょっとお披露目しちゃっていいですか。お願いします。龍です。本当はこれもう辰年の龍地獄。どっちも。ヴィンテージが両面龍だったので、これはもう辰年に足すしかないと。温めてたものなんですよね。ヴィンテージも両面龍っていうのがあったんですね。そうなんです。ものすごいレアですよね、それって。レアです。しかも両面ちゃんとすごいかっこいい刺繍っていうのは本当に少ないんですよね。松島さん、後ろ見てください。これヴィンテージです。真ん中これ。これ、そうですね。そうなんです。まんま一緒だ。ただ違うの。なんか雰囲気が違うのは。そういうことなんですね。春夏物ですので、今回はキルティングを抜かしていただきました。ただより着やすくなりましたので、自分ですごい気に入ってるんですよね。そうですね。どうしてもキルティングつけるのっていうのはあったかい防寒性上がっちゃいますもんね。そうなんですよね。しかもこの黒にシルバーでこの赤いリブっていうのもまたね、これすごいかっこいいんですよ。いい差し色になってますよね。でこちらの刺繍なんですけど、私が思うにですね、もう熟練の職人さん、もう一人の方が全て手掛けてると思うんですよね。普通は違うんですか？そうですね。こう流れの工程がありますので、違う職人、明らかに違う職人さんがやってるっていうものもあるんですけど、これに関しては間違いなく同じ熟練の職人さんによるが手掛けた刺繍です。特にですね、この表情を見ていただきたいんですよね。先ほどのそのブルーの面のその竜の表情とすごいやっぱり似てるんですよ。確かにこの口の周りの色使いとか、あとそれこそ運針ですね。そっか。
運針とかを見ると分かるんですね。そうなんですよね。しかもちょっとこう程よくデフォルメされてるじゃないですか。やっぱりそれっていうのはそのデフォルメされてるものほどやはり上手な人じゃないとかっこよくできないんですよね。すごいもうなんて言うんでしょう、見てらんないぐらいのものも実はヴィンテージにもありますので、やっぱりスペシャルエディションで復刻するにあたっては間違いなくその熟練職人さんの手掛けたものっていうのはやっぱりコンセプトに置いてるので、これはもう間違いないですね。そうなんですね。ちょっと胸も見ていただきいいですか。胸が実は先ほどのブルーの刺繍と同じ柄なんですけども、これですね。つまり、はい、確かに一緒ですね。なんですけど、よく見ると色糸が違うんですよ。確かに。ちょっと見てもらえますか。違いますね。こちらなんですけど、こうファスナー開きますよ。まず和紙からいきます。見てくださいこれ。同じ柄なんですよ。全く同じ型を使ってるっていうことなんですね。これは紋紙を使ってて、前にも紹介した紋紙ですね。隠し節染み込ました。これが和紙、まず和紙ですね。これと右と左、そうなんです。で和紙と同様、虎もそうなんですよ。今度逆サイド、ちょっと見ていいですか。ちょっとこんな感じで分かりにくいかもしれませんが、顔の色はこれは同じです。むしろ一緒で、ただこの笹がこちらがちょっと白っぽい、こちらはどちらかというとちょっとブルーグリーンというかちょっと濃いグリーン使ってますよね。これはやっぱり何ですか、地の色に合わせてそうですそうです、糸を選んでるとおっしゃる通りです。で本当に微妙なんですけど、花の色見てもらえますか。黒ベースの方はちょっと赤茶っぽい感じで、じゃあもうちょっとこうトーンダウンした茶色を使ったみたいな感じですね。こっちがね。これも本当にヴィンテージのスカジャンによく見られる傾向が実はあるんですよね。そうなんですか。これはあります。そこがまた面白いんですよね。でこちらのその黒い面もさっきのブルーの面と同じように和紙、虎、龍が揃ってる。全部揃ってるそうなんですね。3つのモチーフが、こちらには風景柄は入ってませんけど、でもこの波とかですね、雲と波がこうちゃんとこう刺繍されてて、すごいかっこいい。すごい美味しい。そうなんです。組み合わせ方も絶妙ですね。そうなんですよ。大好きです私これ。めちゃめちゃかっこいいですね。今回ですね、このスカジャンを復刻した理由っていうのは、先ほどもちらっと申しましたけど、12年に1回の辰年、そうですね。それのスペシャルエディションとして、もう本当は入手してすぐ本当はかっこよかったから復刻したかったんですけどね、その辰年のために実は取ってあったんですよね。で満を持してこれは復刻させることができました。やっぱり珍しいヴィンテージを入手すると、すぐ作りたくなっちゃうもんなんですね。それはもちろんそうなんです。じゃあえらい我慢するのが大変だったわけですねこれは。でめちゃめちゃ素晴らしいこの辰年スペシャル、第一弾あるんですけど、実は他にも復刻させたい理由柄ってあるんですよね。これスペシャルとしてふさわしいヴィンテージを見つけて、今回復刻したわけじゃないですか。そういうものが他にもいくつかまだあるんです。お持ちということなんですね。そうですね。あります。どんなのが出てくるのかは楽しみなんですけれども、龍って言っても今までも随分こうすごいのばっかりやってきてるじゃないですか。おそらくここにまだ出てないやつ、紹介したことがないやつもあるということですね。そういうことになりますね。これがそうだったように。そうです。今年辰年、楽しみにしてます。楽しみに待っていただけると。代表として、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。